ってきました。比較の日でね、ちょっとエボだけウィングステーつけちゃったんですけど、これはご愛嬌ということで、今回はですね、前にお伝えした通りこの3台を比較していこうと思います。で、比較していく内容としては、まずはストレートスピードで、ダートの上でのスラローム、あとはジャンプの着地とかができればいいなって感じなんですけど、あとは適当で、 ESC は全部ホビーウィングのクイックラン1060、そしてキット不足のノーマルモーターでやっていきます。ということでね、それぞれどんな性能を見せてくれるのかやっていこうと思います。では行くー。はい、ではまずは DT02 シャシサンドワイパーのスピードを見ていこうと思います。でね、スピードチェックといえばこちら、久々の登場、ハイテックの GNSS アナライザー、こちらを使ってスピード測っていこうと思います。こんなもんかな。よし、OK、やっていこう。よし、じゃあまずはね、25m でのスピードとタイム見ていこうと思います。はい、ということで結果見ていきましょう。こちら、こんな感じ。最高速度が22キロで経過時間が 4.59 秒ということで、 DT02 はこんな感じ。じゃあ次やっていこう。よし、じゃあ次はエボね、どんな感じなんだろうか、すごく楽しみ。一応ね、バッテリーも同条件のやついきまーす。はい、では結果見ていきましょう。こちら、お、変わりましたね。最高速度23キロでタイムが 4.69 秒。最高速度としては1キロ上がって、時間としては少し遅くなってる感じですね。なんかちょっと不思議な感じ。でもギア比も一緒で、モーターも一緒で、バッテリーもなるべく同条件のものを使ってるので、近しい数字はやっぱり出ましたね。じゃあ最後、元祖ホーネット、これがねスピード的には本命ということで、他の2台よりちょっとギア比が速い方に振ってあるんで、どんな違いが出るか結構楽しみですね。行ってみよう。なんかちょっと早かった気がするね。結果見ていきましょう。こちら、おお、伸びてますね。最高速度25キロ、時間が 4.28 秒。納得の結果じゃないかなと思います。ということで、スピード測った結果1位、2位、3位でしたね。なんか、納得のいく結果になったんじゃないかなと思いますね。じゃあ次、スラローム行ってみましょうか。じゃあ次はジャンプからのパイロンスラローム、一番しんどそうな元祖ホーネットに頑張っていただきましょう。ちょっとね、見切れてるこのアクションカメラでジャンプの着地を捉えつつ、そのままスラロームに突入と。で、ちょっとパイロンの感覚を広めにして早めのスピードでね行ってみよう。ちょっとね、私のドラテクで申し訳ないんですけど、感覚的なところで違いを見ていただければなと思います。行ってみよう。行くぞ。いや、やっぱ結構アンダーきつめだね。あとフロントに荷重を乗せにくい感じもあって、フロントに荷重を乗せましたって感じのスロットル入力しても、フロントに主導権が移りきってなくてアンダーな感じ。でもやっぱ砂の上のホーネット楽しいね。ということで次は DT02、一番機動力高そうな気はするけど、どうかな。行ってみよう。じゃあ行くぞ。もう一回行こう。リトライ。行くぞ。
ややアンダーは感じるけど扱いやすいね。じゃあ3代目、個人的にもかなり気になってるホーネットエボ行ってみましょう。いくぞ。ありゃー、思ったよりもリアのグリップ力が高いな。タイヤが変わったからかな。ちょっともう一回いきまーす。パイロンめっちゃ投げ倒しちゃったでもね、一番ステアリングがね素直でライン狙いやすい。予想してたアンダーが出なくて、あ、そんな意外に早く向き変わるのねみたいな、そんな印象。ちょっと楽しくなってきちゃったな。エボならもうちょっと攻めれそうな気がするので、パイロン1個増やしてもうちょっと攻めてみようと思う。さあ行ってみよう。素晴らしいね。これもうちょっとパワー上げても絶対面白いな。ここで砂煙上げながらかっこいいターンしたいんだよね。楽しい。やっぱ肉のこの操ってる感っていうのは楽しいよね。やっぱなんかね DT は一回こう振って振り返しがもたつくから、まあ、タイヤの兼ね合いとかもあるのかもしれないけど、かっけえ。リア足がリジットだからやっぱピョコピョコしてるね。いやー、このマシンすごく素直だね。なんだろう、 DT とも違って、まあ、もちろんホーネットとも違うんだけどすごくいいね。いやー、これはちょっといろんな変化を楽しみたくなる系マシンだね。というかやっぱりフロントの足が違うからシルエットが全然違ってかっこいいよね。
ょっと寒くなってきたからお家帰ろう。はい、ということで帰ってきました。いやー、すげー楽しかった。まずしっかり遊んでしまいましたね。で、本題というかまとめでございますが、まずね、ストレートスピードランキング第1位はやっぱり元祖ホーネットでしたね。はえはえ。ジャンプに関して言うとどれが1位ってこともないんですけど、 DT02 がビターって感じで、ホーネットエボは飛ぶ瞬間に若干フロントが突き上げられる分、ちょっとフロント上がりなジャンプになりがち。でもそっからはちゃんとビターって感じ。元祖ホーネットはその突き上げが強すぎてジャンプ前の姿勢作りがやっぱ難しいけど、着地の時ちゃんとトラクションかけると意外と跳ねなかったですね。とはいえしくじると跳ねるみたいな。元祖ホーネットはジャンプとかバンピーな路面はやっぱりね、独特のこの足の動き、跳ねる感覚ですよね。言うことはちょっと聞きにくいんですけど、でも楽しいし、この見た目ヴィンテージだなーみたいな味わい深い、そんなマシンでございます。で DT02、 しっかりと肉バギー、やっぱりこれも相変わらずおすすめの1台ですよ。でも前後バランスなのかリアのトレッドが広いからなのか、エフォに比べるとちょっとねアンダー気になっちゃうなーみたいな。今回なるべくデフもね説明書通りの組み方をしていったので、ちょっと緩くてリアが巻いてくることはそうそうないんですけど、もうちょっとアクセルでスライドを誘発できるようなセットにしたいなって感覚でしたね。最近はね再販されるとすぐ売り切れちゃうっていう難点はあるんですけど、価格と走行性能のバランスというか、この価格でしっかり肉バギーの走り味を楽しめるっていうのはすごいと思いますね。そして最後にエボ。これはね正直スーパー予想外、びっくりするぐらいバランス良くてめっちゃ楽しい。走り味的には DT02 と近いところにあるのかなって思ってたんですけど、リアがちょうどよく流れてスロットルでしっかり止まってくれる、この辺りの操縦性がこの3台の中では一番良かったですね。これがトレッドの影響なのか、ステアリング周りのおかげでフロントが入るようになってるのか、ギアボックスとメインシャーシのつなぎ方、この辺りがいい感じのシナリオを出してくれてるのか、他にもレバー比とか細かい違いがいろいろあるんで、どこがどう影響してるかはわからないんですけど、とにかくノーマル状態で比較をすると、お世辞抜きで今回走らせた3台の中で一番しなやかで走らせやすかった。これは本当意外でしたね。でも強いて言うならこっちもちょっとデフ聞かせたいな、ちょっとだけっていう感じ。金額的な部分も含めて比較するとやっぱ DT02 の方がねコスパが高いっていう面ではおすすめしやすいんですけど、これはこれでね正直お値段はちょっとお高めではあるんですけど、でも満足感は高くてこんだけ素直に走ってくれちゃう。元祖をベースに自分でいろいろやるよりかは安いのかな、どうなのかなっていうところではありつつ、完成度が高いからいいんじゃないって感じなんで、さらなるカスタムだったり走りだったりいろんな方向性で楽しむってなると、このホーネットエボはすごい自由度というか可能性があるんじゃないかなと思いましたね。ちょっと今回はダート路面での比較だったので、もっと路面に合わせたタイヤだったりとかそういった部分を統一させて比較するとまた違う印象になってたかもしれないんですが、買ってそのままって感じで比較するとエボサラサラダート路面おすすめです。ということで私もねまずはしっかり綺麗にして、またちょっとこのエボね私好みに育てていこうと思います。以上、終わりー。